皆さんこんにちは。見に来てくださりありがとうございます。アビです。今日は大阪の天満にある猫の時間さんにお邪魔します。猫の時間さんは2004年にオープンした日本初の猫カフェだそうです。こちらの猫カフェには通常の猫カフェの他に貸し切りルームもあるので、今回は両方利用させていただこうと思います。JR の天満駅で降りて Google マップ先生に道を聞きながらお店に向かいます。商店街の外の大通りを通って向かっていたのですが、よく見たら商店街の中を通っていくこともできそうです。この辺りの商店街はちょっとレトロな感じで落ち着く雰囲気です。歩いていると猫の鳴き声が聞こえてきました。本物の猫ちゃんの声かと思ったら、モニターから出てる音でちょっと笑っちゃいました。商店街に面する扉を開けて階段を上ると、左後ろに入り口がありました。予約時間より早く着いたので、貸し切りルームを利用させていただく前に通常の猫カフェからお邪魔しようと思います。店内の説明を聞いて先に支払いを済ませます。靴を下駄箱に入れて、猫ちゃんルームの入り口の洗面台で手を洗ったらいよいよ入場です。ケロケロ。入って右側にロッカーがあって、ロッカー前の机が大人気スポットのようです。キャリコちゃんは自分からお膝に乗るのは好きだけど、撫でると怒られちゃうみたいなので見つめるだけにしました。お部屋は畳敷きの和風空間で、パッと数えた感じ猫ちゃんは全部で8匹くらいいたような気がしました。料金は平日は1時間1200円、土日祝日は1時間1300円。第4金曜日の18時から20時はフリータイム制で1300円で利用できます。11時から13時まで30分限定で幼児さんも1人700円で利用できるそうです。貸し切りのお部屋はセカンドハウスと呼ばれていて、こちらはメールでの事前予約が必要です。平日13時から17時までの間で2時間まで予約可能です。土日祝日は13時から14時の間、1人1時間1700円で利用することができます。お食事中の子を見ながら猫ちゃんたちのプロフィール帳を見てたら、ライオンしっぽの子がやってきました。ツンデレ属性の猫ちゃんたちが近くに来てくれるとキュンを感じます。ソフトドリンクはセルフで、土日祝日はお隣のカフェルームで購入できて、平日は受付で購入することができます。今まで私が行ったことのある猫カフェでは、ご飯がいつでも食べれる状態で置かれているところは見たことがなかったんですけど、こちらの猫カフェではご飯がいつでも食べれるように置かれていました。でもカリカリタイプのおやつを1袋300円で購入してあげることができます。猫カフェ内にいた猫ちゃんたちはシニアの子が多くて、一番若い子が多分2015年生まれのかりんちゃんだったので、他のお子ちゃまにゃんこの多い猫カフェに比べると、はるかにゆったりとした時間が流れていました。おもちゃのレンタルもシニア猫ちゃんが多いから終了したそうです。誰かお膝に来ないかなと思って座ってみたら、なんとびっくり。あっという間にキャリコちゃんがやってきて座ってくれました。でも入り口に、触ると猫パンチされます。触らないようにって書いてあったので、触れたい気持ちをぐっと抑え、穴が開くほど見つめるだけにしました。やっと猫ちゃんがお膝に乗ってくれたのに、もう利用時間が終わってしまいました。ケロケロ。受付の横のエレベーターに乗って貸し切りルームに向かいます。エレベーターを降りると目の前にモフモフのニャンコが、荷物を目の前のカゴに入れてお部屋に入ります。
お部屋はフレンチカフェ風で、下の和室のお部屋に比べると明るい雰囲気でした。貸し切りの洗面台とお手洗いもあります。セカンドハウスにも猫用おやつが1袋300円で置いてあって、人間用ドリンクは1つ100円で冷蔵庫の中に入ってました。一旦今回一緒に過ごしてくれる子たちの名前と顔を一致させたいので、プロフィール表を見ながらみんなの顔を見比べました。ホームページにはセカンドハウスは事前予約で7頭以上の猫ちゃんを貸し切りにできるって書いてあったんですけど、今回は4匹の猫ちゃんがいてくれました。詳しく確認はしなかったんですけど、多分そこの制度は変更になったんじゃないかなって思います。でも4匹もの猫ちゃんを1人で貸し切れるなんて、とっても贅沢な時間に感じました。お名前の確認ができたので、お近づきになるためにおやつをあげようと思います。猫ちゃんのおやつはパッケージの誤飲防止のためにスプーンであげるようになっていました。おやつをあげ終わってお部屋を探検してたらアルバムを見つけました。秘蔵って書いてあったので、中が気になる方はぜひ自分で見に行ってみてください。子猫時代のみんなの可愛い写真がいっぱい入ってました。うにこちゃん、私の膝に乗っては滞在せずに通り過ぎるのを何度も繰り返してくれるから、太ももをマッサージされてる気分です。アルバムを見てゆっくりしていたら終了時間になってしまって、スタッフの方からお声掛けをいただいたので、コロコロと手洗いをして帰る準備をします。エレベーターの目の前までうにこちゃんがお見送りをしてくれました。帰り際に知ったのですが、下の猫カフェにいたこのチャトラネコくんは、セカンドハウスにいたうにこちゃんの息子さんだったらしいです。行きは大通りを通ったので、帰りは商店街を通って駅に向かおうと思います。ケロケロ。今回訪れた猫の時間さんは、日本で最初の猫カフェなだけあって、猫ちゃんたちはみんなご高齢で落ち着いた子が多かったです。ゆっくりと流れる時間を感じながら、猫ちゃんとの時間を楽しめる。そんな猫カフェでした。セカンドハウスも1時間1700円というお安いお値段で猫ちゃんたちを貸し切りにできるなんて、お得すぎる気がしました。気になった方はぜひ調べてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。バイバーイ。カエルの歌が聞こえてくるよ。ケロッ